今日は皆さん中には遠くから来ていただきましてどうもありがとうございます。お世話になった方とか懐かしい方いろいろお会いできてとっても嬉しく思います。それで今日はソフトロボットシンポジウムということなんですけど、私の最終講義ということも兼ねてやらせていただきたいと思います。それで、タイトルがですね、ロボットと生き物について考えるってついつい勢い余ってつけちゃったというか、皆さん多分私のことをご存知の方は生き物に関する学術業績なんか何もないことないんですけど、ほとんどないのをご存知だと思うんですけども、でも考えてみるとなんかずっとロボットとかアクチュエーターと私やってきたんですけども、なんか頭の隅にはずっと生き物というのがあったと思って、それでちょっとチャレンジングですけどこういうタイトルにしてちょっとお話しさせていただきたいと思います。で最初にはちょっと自己紹介させていただきますと、修士の時から研究とか開発が始めたと数えるとちょうど43年間やってたんですね。43年間。それで最初は修士のあって、その後東芝に入りまして、東芝で17年間いろんな研究開発やってました。で途中で、当時ですね、日本で初めてぐらいだったと思うんですけど、横浜国大で社会人のドクターコースっていうのが始まって、そこに3年間行ったとか、あと途中でマイクロマシンセンターというマイクロマシンという国のプロジェクトがあったんですね。今の経産省の国プロですね。でそこに最初は研究を東芝の中でやってたんですけども、出向させられましていろいろなマネジメント関係のをやっていたということです。でその後岡山大学に移って13年間、それから東工大でお世話になって11年間で、この後実は後でお話しますけれど、実はF レイっていうところでもう少しロボットの研究というのを進めさせてもらうということになってまして、それについてもお話ししたいと思います。ですからそれぞれで研究どういうふうになってきたかなというのを大まかに書くと、一つはこの油圧サーボから始まって原子力発電所のメンテロボット、それから、災害対応ですね、阪神・淡路とか東日本とか日本で立て続けにいろんな災害があったんで、それでこういう大きなプロジェクトに入らせてもらってやって、それでこれから F レイというところで新しいロボットをやろうというところです。これはロボットの王道の流れのところですね。でそれとは別に実はここからですね、ちょっと柔らかいちょっとへんてこりんなロボットの方にちょっともう一つ軸足を動かしてるんですけれども、そのポイントとなったのがこのトリプル M というものなんです。という企画なんですよね。でこれ東芝の中だったので、それについては後でお話しますけれども、で FMA ができて、そこからいろんなところに発展して、それからソフトロボット学っていうのがもう世界的にちょうどタイミングが私意図してこれ持ってったわけじゃないんですけども、タイミングがソフトロボットというのは世界的に盛り上がってきて、で、新学術領域で大きなプロジェクトをやらせてもらった。でそれとは別に生物と機械という授業を岡山大でいろんないきさつがあってやる羽目になったんですけど、それをやって、それも影響してソフトロボットの発展ということで、深層生態模倣ロボティクスというのを今やっていて、でこれからもロボティクスの観点から生き物をどう見えるのかなというのをちょっと趣味としてずっとやっていきたいなと思ってるんです。というようなのが全体の流れなんです。で今日のお話は1時間ぐらいになるのか、ちょっとあんまり時間を制限されないで喋らせてもらうっていうのは初めてなんで、なんかウキウキしてるっていうか、逆になんかほったらかすとみんなしらっとしてるのになんか一人だけ喋ってるという事態になりかねないように注意してるんですけど、最初の1で42年間の研究を振り返るとお話ししたいと思います。でそれからそれを通じて皆さんにお伝えしたいということを、本当はもっといっぱいあるんです。もっといっぱいあるんですけど、あんまり言ってもあれなんで3つに絞りましたんで、そういうことをこういう流れでお話ししたいと思います。で最初にさっき言ったトリプル M からですね、トリプル M って何だという話ですけど、トリプル M から FMA ということで、さっきで言うと原子力発電所の流れメンテナンスロボットやってたんですね、東芝入ってずっとね。でちゃんとしたロボットの王道を歩んでたんですけれども、この原発からトリプル M のところに
いってそれから FM へとこう広がってきたんです。でどういうことかというと実は原発ロボットってねこれ私が一番最初に東芝に入ってやった仕事なんです。これ42年前の40年ぐらい前の私ですね。でロボットやってる方はご存知だと思いますけどマスタースレーブという方式がありますよね。マスターというのはご主人様でスレーブというのはそれに従って指令通りに動くという、英語で言うと奴隷にあたりますけどそういうマスタースレーブという方式があってでこっちのスレーブの方を放射線高いところとか危ないところに入れて人間が入れないところに入れてそれを遠隔で操作するという方式なんですね。でこれものすごく大変な仕事で今日も来ていただいてますけど松平さんとか一緒にやってたんですけれども大変な仕事だったんですけどこれ終わって一段落ついたところでなんかこのマスタースレーブ技術を他のところに転用できないかという検討しろということになりましてで私が中心になってたんですけれどもいろんな若い人たちいっぱい集めてマスタースレーブなんか他に使えないかと。要するに人間が入れないところだから例えば原子力もあるしそれから宇宙だとか水の中とかいろいろあるわけですけれどもその時出てきたのが医療なんですよ。で要するに体の中にどっか悪いところあるところにガバッと切ってやるんじゃなくてちっちゃいロボットを入れてあたかもそこに医者が入り込んだような形で要するに中入れないところなんだけれども入ったちっちゃいロボットが入ってあたかも入った方のうちに治療しようというようなことをこういうのを東芝でやろうという話になってメディカルマイクロマニピュレーターという企画書を出したんですよね。企画書を出してそのテーマについて後でちょっとお話しますけれども一つ出てきたのは FMA というご存知の方いらっしゃるかもしれませんけども当時私ちょうどさっき言ったように横浜国大の社会人博士課程に行ったんで何かやらなきゃいけないっていうんでそのテーマと合わせて出てきたのが FMA なんです。それでこういう形でですねこれご存知ない方どのくらいいらっしゃいますかね。なんか知らないのが悪いみたいな雰囲気だなっちゃうけど要するにゴムチューブでできていて3つ部屋があって3つの部屋に空気入れるといろんな動きをするっていうことなんですね。でこういう壊れやすいものも安全に持てるしでこれいろんなところにいろんな応用をしてやってきたんです。でこれはとても楽しかったんですが一方でこれ実はね作るのもう本当に苦しかったんですよ。これ実は要するに東芝に対してはこういうメディカルトリプル M ってもやりますよって言ってるし横浜国大に対してはこんなの3年間でドクター論文にしますよって言ってるしでも何にもないわけですよ。何もないところから始めてあったのがこのアイデアだけなんですけどもこれ空気入れたら動くんじゃないかっていうんでこれいろいろ手で作ってたんですけど自分で作ったんですよね最初で手で家から木綿糸持ってきてでこんなふうにいろいろ考えたんです。でこれ何が苦しかったというと当時のロボットのトレンドと全然逆なんですよ。当時のロボットのトレンドっていうのはやっぱり精度を出してもう目にも止まらぬ速さで動かしてっていうのがロボティクスの目指すところだったんですね。それに対してこれ全然逆なんですよ。そうすると大体そういう緻密なところが高い計測器使ってなんかかっこよくやってるんですけど一方で私手でベタベタゴムでベタベタにしながらやってて本当にこんなことをやってていいのかなという思いをですけれども非常に苦しかったんですけどその苦しかったのを支えてくれたのが実は有限要素法なんです。で有限要素法といってもこれ当時の有限要素法これですよ。メッシュなんか手で作ったこんなメッシュですよ。でこれさっきみたいに動くのを見ちゃえばねそれは空気かければ動くだろうという分かると思うけど何にもない時にこれ一生懸命作ったら本当に動くのかなってこんな手にベタベタしてこんなことはなんか報われるのかなというものすごく不安があって辛かったんだけどこれやっぱり救ってくれたんですよ。ちゃんと作れば動くんだと。でちゃんと作れば動くってことはじゃあ頑張りましょうという形でさっきのようなのができたというのがこのトリプル M から FM へ行った話なんです。でこれがまず最初のね
となんだろうロボットの王道からちょっと外れたところに行ったと。でその次にこの FMA からの展開ということで、これ幸いなことになんかタイミングがね非常に運に恵まれたというか、タイミングが恵まれてマイクロマシンとかアクチュエーターとか人工筋肉という形でどんどん展開したんです。で今の次の話はここですね。こことねここと王道とこれからやるっていうのはこれからやりたいところに、ね、入るんで、この2つはちょっと最後にしてこの辺をちょっと次話したいと思います。でこれはちょうどその時にマイクロマシンっていう世界中に今のソフトロボットと近いですよね。マイクロマシンとかメムスっていうのが世界的にものすごい部分になって、でFMA っていうのはフレキシブルマイクロマニピュレーターなんですよ。でそのいわゆるメムスから比べるとマイクロって言ったってそんなマイクロじゃないんだけど、他にもないもんだから結構いろんなところで取り上げてくれて、FMA というのはマイクロマシンのところに結構入ってたんですね。それからアクチュエーターということで特定領域だとかアクチュエーター研究センターというのを作らせてもらうきっかけもいただいて、それから人工筋というふうに何ていうかな、ちょうどそういうきっかけがうまく来てくれて自然になったという感じなんです。でマイクロマシンとかメムスに関してはこういうもので、私自身ももちろん FMA もやってたんですけど、クリーンルームの中に朝から晩までずっと入ってエッチングとかなんとかして、これどのくらいでしたかね、ちょっと忘れちゃったけど、この1ピッチが50ミクロンぐらいかな、1000分の50ミリぐらいの大きさのやつだったと思う。だからメムスとしてはそんなちっちゃい話じゃないんですけど、こういうアクチュエーターモーターを作ったり、それからそのプロジェクトでこれデンソーさんと一緒に、デンソーさんとか当時の山陽電機さんなんかと一緒に作ってたんですけど、こういう肺カンナーの検査ロボットなんでやったんです。でそうこうしてるうちに私東芝からマイクロマシンセンターという通産省からネドにお金入れて、ネドからマイクロマシンセンターというところに行って、マイクロマシンセンターが実質的にマネジメントしてたんですけれども、そういうところでマネジメントの仕事をやらせたんですね。で当時日本の経済というのは絶好調の時で、実は世界中から叩かれてたんですよ、科学技術ただの理論。要するに何にも日本の科学技術に基礎的なところにお金やってないで稼ぐところだけうまくやってると。でまたマイクロマシンでも同じことをやるのかっていう世界からものすごくなんとか厳しい目が向けられていて、それで世界に対して公開しようということをいろいろやってたんですね。で国際関係交流課長というのをやってたんですけど、その当時これマイクロマシンサミットっていうこれサミットをやったんですけど、その時の一応裏方のまとめ役っていうのが私どっかこの辺にいると思うんですけど、そんなことをやってたんです。で当時はね嫌でしょうがなかったんですよ。もう早く好きあらば逃げ出してやろうと思ってたんです。というのは僕はエンジニアとして東芝に来てるのに、なんでこんな人のお手伝いっていうか要するになんかツアコンみたいなことをやってるわけですよ。いろいろ企画したりね。でと思ってたんです。嫌でしょうがなかったんですけど、今から終わってみるとね結構いい経験だったの、面白かったなと思って、ですから若い皆さんもあんまりつまんないって一瞬思ってもちょっと我慢すると他の意味を持ってくるかもしれません。それでその後いろんなチャンスがあって、一つはアクチュエーターに関するいろんなチャンスがあって、一つは特定領域研究って今っていうかその前新学習領域の前のやつですね、前のそういう文部科学省のプロジェクトですけれども、で樋口俊郎先生っていうのは関係でいうと神田先生とか名張先生の先生ですがリーダーになってもらって、それから今日来ていただいてますけども横田先生も中心になっていただいて、で私がなんとかどういうなんて言えばいいのかな、秘書室長みたいなことをやってこれのおかげでいろんな私もアクチュエーターの知見も広がったし、いろんな人のネットワークも広がって、こういうチャンスだったんですね。でそうこうしているうちに岡山大学の中でもアクチュエーター研究センターというのを作ろうという話になって作らせていただいたと、こういうチャンスがありました。
でこの結果いろんなのですね電磁空圧油圧とかポリマーとかこれは神田先生が東大から持ってきて導入してくれた技術ですけど、そういうのをいろいろやってました。で、もう一つ大きなのは末期弁型人工筋ですね。末期弁型人工筋っていうのは知ってる人はよく知ってるし知らない人は知らないと思いますが筋肉なんですよ。人工の筋肉ね。でゴムのチューブがあってゴムのチューブに糸を周りに編んでやるんです。で空気入れてやるとピュッていって縮むんですよね。だから人間の筋肉みたいで 20% ぐらい縮む。これはね一本一本の細い一本一本が末期弁型人工筋というやつなんですね。でこれをこう束ねてやったり、人間の筋肉だって筋繊維とか束ねてできてますよね。で束ねて作ったりして、あるいはこういう編み物にしたりしていろいろやってたんです。で面白いのはこれ束ねると性能上がっちゃうんですよね。これ例えば1本だと 25% しか縮まないんですが、これ束ねてやると 32% も縮むんですよね。これは何でですか？はい、ひろおく君分かりますか？分からないな。まあやめときましょうか。後でじゃあ言いましょうか。こういう束ねた人工筋がこうあるでしょ。で細いのは人工筋いっぱいあるわけですよ。でこれがお互いに干渉しないように離れてたらそれは 25% しか縮まないものは 25% しか縮みませんよ。だけどそれぞれ太るんですよ。太るから全体として太ってどうなるかというと、この束の人工筋の外側にいる細い人工筋はこんなふうになるわけですよ。だからこの分頑張っちゃうというのが直感的な説明なんですけど、そういうのとかいろんな効果が束ねることによっていろんな効果が出てきてとっても面白かったんです。でこれをそうこうするうちにいろんな学会からいろんな人がこれくださいって言うもんだからいいですよって言ってたんだけど、なんかそのうちバカらしくなってきてどうせなら買っていただこうということで岡山大学の脇本先生たちと一緒に人工筋肉っていう人工筋肉じゃないや S マッスルっていうベンチャー企業を、なんちゃってベンチャーなんですけどを作ったんです。でそれがこれ紐が持つ収縮するという特徴を生かして清太さんが開発したのがこちらが人工筋なんです。なんと成虫期で作る人工筋肉。これゴムのチューブなんですよね。その直径はわずか 1.8 でその周りに糸をぐーっと巻いていくとこれで人工筋になっちゃうんです。でこれはうちが製造委託しているその会社なんです。でS マッスルについては最新の人工筋も含めて脇本先生がそこのポスターで出していただいてますんで、もしよかったらこの後1時間ありますんでまたちょっと時間どうなってるんだ。いい感じですね。そうするとねちょっとこれ一応見てください。なんか自慢してるみたいでなんか嫌なんですけど。で結構いろんな人が来てくれて、で何言ってんだか分かんなくなったんでこれは分かりやすいと思います。すごい立ち上がりやすいですよ。そうですか。はい。肩を持ち上げられる感じかなと思ったんですが、どっちかというとお尻を上げられるような感じですね。これ硬いモーターだとか、やっぱり太い人工筋肉だと、ここまで柔らかさでないと思いますね。でこれまた別のレポーターですね。空気を送り込むと人工筋肉が収縮し腰の負担が軽減できるそうなんです。やっぱこの体勢が楽です。中腰で農作業とか長くする方とかではすごくサポートしてくれていいかも。さらに重い荷物を楽に持つことができるそうなんですが、すごいね。もちろん重いですよ。重さはかかってくるんですけど、この持ち上げる瞬間とかの腰とか足をサポートしてくれる。そうですよね。でこういういろんなところで取材してもらったんですけど、やっぱりこういうレポーターによってやっぱり仕事意識があるんでプロ意識があるんで、なんか傍から見てて
うわーすごいって本当にそんなすごいかと思うようなレポーターの反応もあるんですけど、あるいは逆に割としらっとしてるとかいう感じのもあって、この2人は割と標準的ですね。で私これ確かにね、こうやってやると確かにサポートしてくれてるんですよ。サポートしてくれてるんですけど、これ何ですかね、なんで実用化にならないんですかね。いろいろ中村太郎先生もいるんで、多分先生とか実用化されてるのかもしれませんけど、これはうまくされてなくて、後で何かありますか。いやすいませんなんていうかね、確かにサポートしてくれてるんだけど、脱ぐとねホッとするんですよ。なんか2時間ぐらいつけてるとあちこちやっぱ締め付けてるんですね、動かないように。だからね、なんかもう一つそれをやらないといけないと私は思っていて、また中村太郎先生は違うご意見をお持ちかもしれませんけれども、なんかそういうのがもう一つ必要だなと今感じて、だから正直言ってこれ実用化には私のはなってませんけど、可能性は私はあると思っていて、で次でFMA がトリプル M から FMA に行きましたと。でここからソフトロボットにつながるんですね。で私はソフトロボットはいい加減なロボットだってずっと言ってるんです。これですね FM。これね、私別に特にね私が積極的に持ってったんじゃないんですよ。なんかね勝手に時代が動いたんですよね。なんとなくもともとはアメリカでこういうロボットが有名に柔らかいロボットが出てきて、でアメリカはやっぱあれすごいですよね。なんとかお金取るためにディズニーを焚きつけて、それであれですね、なんていう映画だっけ、ベイマックスで映画を作って社会的に盛り上げてやるとかね、やっぱああいうのはなかなかやらないですよ、日本やらないですよね。だからそこはちょっとやっぱ違うのかなという気がしますけど、でもそういうことで FMA っていうのをやってたんで、こういうチャンスをいただいたということなんです。で私この間何やってたかというと、実はねこれ結構一生懸命やったんですよ、岡山大学の時。これはゴムの表面にちっちゃな凸凹つけるんですよ、凸凹とかいろんな形を。そうすると機能が出てくるんですね。でちっちゃな凸凹っていってもこんなミリサイズから、あるいはこれミクロンサイズですけども、かなり差があって、これ本質的に同じことなのかどうかちょっと私もよく分かりませんが、何しろこういうちっちゃいものを作ると、ちっちゃいのを作るのそもそも面白いですしね、こんなちっちゃいのできたぞって店で自慢するのも嬉しいし、で実際例えばこれ表面の撥水とか浸水性のコントロールなんですよ。でこれイクラなんですね。イクラをこういう持つハンドを作って、持つのは簡単なんだけど離せないんですよ。イクラの表面って濡れてるしベトベトしてるもんだから、こうやって手を開いたところですんなりと落ちていかないんですね、なんかねちょっとしてて。でその時にこのイクラと接するところにこういう凸凹、これどのくらいだったかなちょっと忘れちゃいましたけど、これは水滴ですから、これ水滴、この凸凹をつけてやると浸水性の材料はより浸水性になるし、撥水性の材料はより撥水性になるんですね。そうやってコントロールできるということになって、こう作って、そうするときれいに離せるようになったとか、あるいはこういう当時受動歩行っていうのが流行っていて、受動歩行をやってる人の趣旨は違うと思うんですけど、私はこういうモールディングでこういうゴムの受動歩行の足を、受動歩行って分かりますかね、要するに受動の普通歩行っていうのはモーターでこうやって動かすんですけど、こういう坂道に置いてやると勝手にこう歩いて降りていっちゃうという、そういうロボットの中でそういう分野があるんですよね。でそれは普通は大きいものを作ってるんですけど、これをちっちゃいゴムで一体成形したらっていうんで、これパタパタパタって歩いてんだか落ちてんだかよく分かんないんですけど、一応歩くように動く。だから言ってみると摩擦がものすごくちっちゃなゴムの表面が作れるということでやってたんですね。から一方でね、これ岡山大学やってたのは逆にこの摩擦係数がものすごくでかくなっちゃうと。例えばこういう壁を登るときに、このキャタピラの表面にこういうちっちゃい吸盤をいっぱいつけるんですよ。でこれ1個が 0.5 ミリぐらいの吸盤なんですけど、そうするとこういうふうに、これ結構凸凹ありますよね。
凸凹って言ってもこれ2種類あって、一つはこういうレンガとレンガのつなぎ合わせのこういう大きな段差ですね。大きな段差の凸凹と、それからこの表面のザラザラですね。だからそれ両方あって、でせっかくの最終講義だから少し偉そうに言うと、例えばその凸凹のプロファイルをこう取って、それを何て言うかな、フリエ展開みたいにして、粗さが細かいところと粗いところとこういう分布させると、そうすると同じような領域の凸凹に対して同じような大きさの吸盤を持ってくるとつかないんですよ。違うもんだから、細かいこういう大きな段差に関してはね、大きな段差に対してはむしろそれよりずっとちっちゃい吸盤を持ってくるんですよ。そうするとここにちょうどイメージわかると思いますけど、この真ん中はくっついてないけど、ここのとことこの下のとこがくっつくわけですね。でところがちっちゃいのをこういうちっちゃいところにつけようとすると、ちっちゃいものにちっちゃい吸盤にとってはやっぱり凸凹がでかいですから、くっつかなくなっちゃうんですよ。でそういう凸凹ちっちゃいところに対してくっつけようとすると、少し大きな吸盤を持ってくるんですよ。そうすると大きな吸盤にとってはちょっとすいませんね、なんか最終講義だから偉そうに言おうとしたら結局のところなんかイメージで話すことになっちゃうあとでっかい吸盤にとっては凸凹ちっちゃいんですよといういい加減な説明になっちゃうんですけど、わかるよね。わかんないの？わかるよね。ほらほら要するに違うものって違うサイズの凸凹の大きさとは違うサイズのを持ってこなきゃいけないというんで、いろいろやっていて、こういう壁も登るようになったんですね。でこれね、こういうのを皆さんでもやっぱりね、研究やってると結構論文出す時は結構ギリギリなところで出すじゃないですか。こうすごいだろうっていう。でも嘘を書いたらこれ研究者としては終わりになっちゃうんで、嘘は書かないんだけど、やっぱりすごいぞというギリギリのところを見せたいじゃないですか。でそうするとそこはやっぱりね、これなんかもね登るけれども、多分ロボットやってる人はうすうす分かると思うけれど、なんか濡れてるじゃないですかそれからなんかビードとしては短いじゃないですかということで苦労が分かると思うんですけど、だけど嘘はついてないですよ。論文にちゃんと書いてますから。これ少しくっつきやすくするように水を塗ったとか、あるいは、何センチしか動かなかったとか、それは嘘じゃないか。でそれはね、むしろ堂々と書いた方がいいと思うんですよね。これやっぱこのレベルじゃ論文学生さんによってはものすごく真面目な学生さんはこのレベルじゃまだ出せないから出さないって結局書かない人は書かないんですよね。こっちは出せって言ってるんだけど、だけどそれはやっぱり短いにしてもこういうちょっとした進歩があったってことはやっぱり言わなきゃいけないんで、それはぜひ嘘はダメなんだけど言うべきかなと思うんですね。それからね、あとね、だからこれは摩擦がちっちゃくなるやつ、これは摩擦が大きくなる凸凹、それからあと色が変わるって言って、これゴムの表面にこれ1ミクロンのピッチですけれども、凸凹つけると解説格子のあれ構造色が出てくるんですね。でこれ振動させるとなんかいろんな色がきれいに出てくるんで、これ中島先生になんかリザーバーコンピューティング使えないですかねって言っていろいろちょっと何回かディスカッションしたんですけど、どうなりましたかね、なんかうやむやに終わってしまいましたという状況です。でその他に医療用の応用ということで、これ大腸内視鏡の周りに大腸の検査を受けられた方いらっしゃるかもしれませんけども、いらっしゃると思いますけど、たくさん普通はすんなり入るんだけどなかなか入んない時があるんですよね。でなかなか入んない時にやっぱりこの自分で動く内視鏡の周りにゴムチューブ巻きつけてこうやって自分で動くやつとか、これは胃のバリウム検査ですね。胃のバリウム検査の時に実はバリウムたっぷり溜まっちゃうと真っ黒になっちゃって何が何だかさっぱり見えないんですね。少し散らばしてなきゃいけないんですね、バリウム。そうするとこういう胃壁の状態が見えてくるんですね。でこういうのをですね、これは脇本先生ですけど、脇本先生とこのベッドの間にこれ X 線上から当てて下にX 線のイメージディテクターがあるんで取れるんですけど、でバリウムの検査を受けたことがある人たくさんいると思いますけど、あれベッド傾けたりなんか変な棒が出てきてギュッと押したり、あれ何かっていうとバリウム適当に散らばしてるんですね。散らばして
うまいよく見えたところでパシャカシャって、動画でずっと見てるんですけど、多分強い X 線出すんですかね、パチッと撮るわけですよね。でそういうのをだけどそれなかなかうまくいかないんで、ゲップしないでベッドで回れとかいろいろ言って訳すんですけど、この体とベッドとこのお腹の間にこの座布団みたいなソフトアクチュエーター入れて、これで外からジョイスティックでお医者さんが調整すると、いろんなところに押して体の上から胃を押して中のバリウムを動かしてこういうふうに見えるというようなことですね。それとかこれはチャンさんですね。こういうこれ秋田大と一緒にやってたんですけど、こういうのとか、これ小泉君かな、こっちはこういう整形外科の先生たちとも一緒にやって、ちょっと残念ながらまだものになってないんですけど、ちょっとなんか機会があったら続けたいなと思ってるんです。それでソフトロボットはいい加減なロボットって言ってるんですけど、これ私のソフトロボット関係の話聞いた人はもう何度も聞いてるんでまたかと思うかもしれませんが、いい加減なっていうのはちょっと重要なキーワードなんで、ちょっとだけもう一回説明させていただくと、今までのロボットっていうのはこれまでの工学の価値観に基づいてやってきたと思うんですね。でこれまでの工学の価値観というと、速度と力と精度と生産性なんです。でその結果大成功するんだけれども、一方でその赤ちゃんを抱っこするような、そんなこと今のロボット一番苦手としてるわけですね。赤ちゃん抱っこするのにそんな数十ミクロンなんていう精度いらないし、スピードとか力だってあんまりあってもらっちゃかえって困るわけですよね。もっと適当でいいんですよ。もっと適当にいい加減に作ってもいいんじゃないかと。いい加減に作ったら良い加減になるんじゃないかっていう、そのちょっとダジャレみたいのがいい加減という考え方なんですね。で実はロボットに限らず21世紀に入ってから柔らかさっていうのはいろいろあって、例えばこういうフレキシブルの基板だとか、あるいはゲルの 3D プリンターだとか、こういう脳型の情報処理というのはいろいろあるわけですけど、これらは今までの価値観から言うと全部ダメ技術ですね。力かけるとたわんじゃうようなロボットアームっていうのは、これ全然強度不足の失敗設計ですよね、機械設計でいうと。それから例えばこんなほっとくと腐っちゃうような材料っていうのは失敗作ですよね、材料としては。それからAI にしたって、もうそれまでの情報処理っていったら、あるインプットを入れたらどんな状況でも同じアウトプットを返すっていうのは、それが今までのソフトロボットじゃない情報処理だったんだけど、今の AI というのは朝おはようって言っても次の日おはようって言ってもまた違ってきますよね。いい加減そのものですね。だから今までの価値観から言うと全部ダメ技術なんだけど、でもいい加減に動いてると。でこういうのをここに導入することによって、なんか新しいロボットっていう領域ができないかっていうのがこのプロジェクトの趣旨だったんです。今日は参加していただいた方たくさん入っていただいてますけど、でこれは増田さんのこれでどれがいいかな、いい加減な例どれが分かります？ちょっと増田さんのこれを利用させていただくと、増田先生今日来ていらっしゃいますけどが作ったロボットなんですよ。いい加減なロボットなんですよ。増田先生にちょっと申し訳なくんじゃなくて褒めてるんですけど、いい加減なロボットなんでいい加減かというと、胴体がくにゃくにゃ、こんないい加減なロボットないですね。それから足もね、なんか柔らかい力のない弱々しいモーターで動かしてるんですよ。普通ロボットって言ったらサーボモーターって言って、コンピューターの指令通りに確実に動くモーターを使うんですよ。そうじゃなくて、これは弱々しいモーターだから手で押さえてやると止まっちゃうんですよね。でそうすると逆に言うと環境の影響を受けて行動を変えちゃうんですよね。そうすると普通はね、普通は足っていう4つの足っていうのは、人間は2本足しかないから代わり番号に出すしかないんだけど、4本足っていろんな順序があるじゃないですか。で実はロボットを知ってる方はもちろん当たり前なんですけど、いろんな歩き方があって、ゆっくり歩く時はウォークとかクロールっていうか、こういう歩き方があるんですけど、ちょっと気合を入れて走ると体格でこう動かしたり、馬みたいにこう走ったり、いろんな足の動かし方あるんですね。でそれが普通はコンピューターで指令するわけですよ。コンピューターで指令するとそういうふうに動くんだけど、増田先生の場合はなんか勝手に出てくるんですよ。
ということでこれはメカっていうのは結局自由度、柔らかいと自由度がいろんな可能性があるんで、その中から一番その条件に応じたうまい具合が発現しちゃうという、そういうだからいい加減だと結構こういい加減に動いちゃうという、いい加減な説明でしたけど増田先生合ってるでしょうか。ありがとうございます。それからちょっとこれ時間ないんでやめましょうね。でこういう形で文科省のプロジェクトをやって非常にいい楽しい、ちょっとねコロナが途中であってね残念だったんですけど、とても面白くて、いろんなこれは一部ですけれども、今日来ていただいている先生方もいろいろ協力していただいて、とっても充実した研究活動でした。本当はもうちょっとやりたいんですけどね。でいい加減っていうのも私いい加減って言ってたら、なんかいい加減なロボットで精密日本設計工学会というからなんか面白いって賞をもらったり、あるいはこれよくなかったかもしれないけど、いい加減って言って海外では言ったりしてて、こういういい加減ということで、知る人ぞ知る人ぞ知らないからよく分かりませんが、一応そういういい加減と言ってるんです。でもいい加減ってよく考えてみるとね、自然界とかいろんなところにすでにあって、例えばしだれ柳の強さなんていうのはまさしくいい加減そのものですね。普通の今までの工学のやり方だったら合成上げてガチッとして風に負けまいっていうのが今までのやり方なんだけど、これいい加減にしてやるといい加減に動くと。それから例えばちょうどその時に高分子学会というところから出てきたんですけれども、精密と曖昧の A 加減という特集記事が出て、でこれは何て言うかな、なんか化学反応を起こす時に本当にピュアにして化学反応を起こすんじゃなくて、少し混ざりものが入ってたり、あるいはその分子量がちょっとばらついてたり、そういうのを入れるとかえってうまい具合に反応が進むっていう事例が高分子の世界でもあるらしいんですよね。でそれを集めてた特集号があって、他あるんだと思って、それとか例えば進化にしたって基本的には DNA のコピーエラーですよね、元は。で今までの情報処理っていうのは絶対コピーエラーなんかとにかくゼロにするんだってことをやってたんだけれども、自然界は実は許してるんですね。許して、それによって結局進化っていうのが出てきて、大体すぐは失敗作で終わっちゃうんだけれども、中にはいいのが出てきて、それが進化という形になって、全体としてはいい加減に動いてるわけですね。だからいろいろあって、そんなね変な話じゃないかなと思うんです。でそれから次にこれからっていうのも含めて2つお話ししたいです。でそれは、ね、これからっていうのは一つは、ロボットの王道っていうか極限作業、あるいはそういうロボットをやると。それからもう一つはさっき言ったちょっと生き物について考えるっていうのをやりたいんで、極限作業ロボットについてちょっとお話ししたいと思います。でこれですね、ここですね。で油圧サーボをやっていて、油圧サーボっていうとなんとなく今電気の時代でなんかちょっとなんか遅れたように古い技術にも思うかもしれませんが、油圧っていうのは結構ねあれですよね、ちょっと最初の敷居が高いんですよね。空気圧だったら割と誰でもすぐできるんだけど、油っていうのはやろうとすると部屋ベタベタになるし、なんかちょっとそれなりに覚悟がいるんですよ。だからそういう意味では私大学の時にやってたんで、これは非常にいい具合にやりました。で、東芝で原発ロボットこういうのをやって、でその後文科省の大都市大災害特別プロジェクトっていうのとか、それから内閣府のインパクトというプロジェクトとか、今はこれ JST ですけどムーンショットの中でこういう過酷環境、あるいは災害対応ロボットっていうのをやらせてきてもらったんです。で今後は4月からはFLA というところで極限環境だったかな、過酷環境ですね、過酷環境のロボットをやらせてもらうという形になっているので、その辺をお話ししたいと思います。で極限環境ロボットでこれまでやってきたのは最初に言った再処理ロボットとか、これは実際に福島じゃない青森の六ヶ所村のところに納入したやつですね。それとか東海村の、試験炉の、残留測定のロボットだとか、あるいはこういうロボットをいろいろやってきたんです。
それでこれはロボティクスにおけるアクチュエーターの歴史ってことなんですけど、もともとあれロボットっていうのは1960年ぐらいにこうバッと生まれてるんですね。で面白いのは今代表的なロボットみんなここに生まれてるんですね。一つは産業ロボットですよ。ユニメイトとバーストランっていうのがあって、それからヒューマノイドですね、早稲田のワボットっていうのがあって、それからこれは空気圧ですけども、こういうなんていうのかな、その柔らかいサポートロボットとかあれですね、パワーアシストロボットみたいのがこうもう今この産業ロボットとかヒューマノイドとかアシストロボットってのはみんな話題になってるけど、1960年ぐらいにバーッと出ちゃってるんですね。でただしその時は電磁モーターっていうのはあまりにもひ弱だったんで、全部油圧か空気圧だったんですよね。でずっとその前はゼンマイですよね。ゼンマイもっとこういうからくり人形から端走ってますけど、でずっと油圧と空気圧で来てたんだけど、状況が変わったのが一変したのが1980年代の中頃ですよね。何が変わったかというと、電気のモーターの性能が圧倒的に上がっちゃったんですね。なんで上がったかというと、一つは軌道類の磁石が実用になったというのと、もう一つはパワーエレクトロニクスの発展でいろんな難しい大電流のコントロールができるようになったんで、ブラッシュレスのモーターなんかが実用になってきたわけですね。でその後ね、どうなんだろうと、確かに性能はもちろん上がってるんだけど、巻数の密度だとかね。だけど根本的なところはやっぱりどうなんですかね。これ全部フレミングの右手だか左手だかは分かんないけど、分かりますけど、ものなんで画期的なものはないんです。ないような気がするんですよね。であるとすれば電池ですよね。電池だけど今はほとんど電気で動いてますよね。でところがまた変わったのが、油圧と空圧が復帰したっていうのが、今から10年ぐらい前ですかね。一つはボストンダイナミクスというのとか、あるいはこういう研究用の遠隔ロボットですね。それとあとはサポートスーツですね。で当時は私のこれ授業で使ってたようなあれですから、じゃあこれからは空圧がまた主流になるかもしれないよと知れないと当時は言ってたような気がしないでもないですが、実はその後ボストンダイナミクスがやっぱりやめたとは言ってないのかな、やめたとは言ってないかもしれないけど、電気でもうすごいことやっちゃってますよね。でね、要するにあんまり振り回されない方がいいですよね、こういうの。やっぱり自分が信じたところをずっとやってればいいんで、人がボストンダイナミクスが油圧にしたとか電気にしたとか、あるいは世の中がどういうふうになったとか、あんまり自分の信念でやっぱ貫いた方がいいと思うんです。でそういう意味で私空圧系でね、ロボットいろいろやってる。何がすごいかというと、やっぱりね軽いんですよ、空気圧っていうのは。もう柔らかいっていうのはもちろんあるんだけど、そんなことよりもやっぱり軽いんですよ。これ20メーターあるこういうアームなんだけど、これ本体はヘリウム入れた風船なんですけども、ここにはさっきの人工筋の油圧の人工筋あるんで、結構二重関節のこういう20メーターのこういうのができたりして、やっぱ軽いのと空気圧が意外に力あるんですよ。なんで力があるかというと、軽いもんだから重圧面積でかく取れるんですよ。シリンダーはそれなりに鉄で重いし、油もそれなりに重いから、やっぱり重圧面積っていうのはシリンダーの径にあんまりでかくすることはできないですね。空気の場合は漏れたって空気だし、圧自体は7気圧とかそんなもんなんだけども、やっぱり重圧面積圧倒的にでかくできるから、意外に大きな力なんですね。だから私の認識としては、空圧っていうのは軽くて力があると、柔らかいっていうのはもうその次ぐらいじゃないかなという、そういう認識なんです。だからちょっと極論にしてます。それから油圧系はやっぱり力あるんですけれども、力出せるんだけども、力出そうと思ったら、モーターだってでかい減速機使ってやれば力出せるんで、要は狭いところで力出そうと思ったらやっぱり油圧じゃなきゃできないですよね。だからそういうなんていうか特徴、それでこれなんですよ。で私来年の4月から、来年じゃない、今年の4月から、実は福島国際研究教育機構、FLEI、福島のリサーチエデュケーションイノベーションだったと思いますけれども、そういうところでロボットの研究開発引き続きやらせてもらうことになっていて、本拠地は福島なんですけれども、
私はしばらくというかちょっといつになるか分かりませんけれども東京にいますんで、もしも何か機会があったらぜひお立ち寄りください。それで、こういうことでいろんな産業界とか、ニーズを持った人とか学生とかいろんなのを入れて、でパワーソフトアクチュエーターというのをベースにパワーソフトロボットあるいは加工環境化ロボットっていうのをやろうとしてます。それでいろいろあるんですけど、今とりあえず力を入れようとしたのが災害対応と森林内作業ということです。でやっぱりね災害対応ロボットっていうのは、なかなかその実用化っていうのは難しいですよね。だって10年に1回出番があるかないかぐらいで普段はどうやって誰がどこに置いとくんですかメンテするんですかっていう問題もあるし、それからだからそういう意味ではドローンなんかはいいですよね。ドローンは割とちっちゃいし、あと結局ね他の手段では絶対できないパフォーマンスにしないと、ショベルカーのちょっと高級災害対応用のも作ってもそれ結構高いし、それをどうやって持ってくるんだって話もあるし、じゃあ普段はどうするんだっていう話もあるから、やっぱりデュアルユースじゃなきゃいけないし、それから絶対それじゃなきゃできないというのじゃないとなかなか実用化にならないなと思っていて、そのためには例えば平常時の利用ですね。そういう意味でだからドローンは非常にいいんですよ。平常時だって絶対人間ができないことやってますよね。空飛ぶなんて人間できないし、ヘリ出すにしたらお金かかりすぎるから、そういう意味ではデュアルユース普段もできるし、から災害、この前埼玉あれはどこまで使ったか知りませんけど、埼玉の陥没事件あったけども事故がありましたけど、あの時だってドローンちょっとどのくらい使ったのかはっきり私知りませんけど、ドローン使ったっていうのはありましたよね。でだからこういうロボットもなんか、絶対できないパフォーマンスとか平常時のデュアルユースとか低価格っていうのを目指せないといけないと私は思っていて、実はさっき偉そうに言いましたけど何をやるかっていうのはこれから考えるという状況のものなんです。でもこういうことで一生懸命やっていきたいと思います。でそれは真面目に一生懸命やろうというものなんです。でもう一つちょっと趣味って言っちゃなんですがやりたいのは、ロボティクスから見た生き物っていうのをやりたくて、ちょっとごめんなさい、ちょっと急ぎますね。それで実はね岡山大学の時にいろんないきさつがあって、生物と機械っていう授業を担当させられたんですよ、一般教養の。これは医学部の学生もいるし、一般教養ですから医学部の学生もいるし、生物学科の学生もいるし、農学部の学生もいるし、そんな前で偉そうに私が話すのはちょっと申し訳ないと思って、実は本当に前の日一生懸命勉強してたという付け焼き場的な大学の授業を素晴らしいと思って信じていらっしゃる学生さんにはちょっと申し訳なくないんですよ。私も一生懸命勉強して一生懸命話しましたから。でもちょっと最初の年は無理があったかもしれない。でそういうのがあったんで、もともとそれから生物に最初に言ったように興味なんか頭にあったんで、ちょっとごめんなさい、これ1分ね1枚でような話なんでちょっと遅れてますね。ちょっと急ぎましょう。でこういう今は深層生態模倣ロボティクスというのをやっていて、でロボティクスからで生き物を見たいなというのを前から思ってるんです。でこれ授業ですね、岡山大学の時の授業で、最初は苦しかったんだけど最後の方はね結構自分で言うのもなんだけど充実した授業になってたなと思ってたんですけど、結構面白い内容がありますよね。それで講義のために確かに頑張ってたんですよ。例えば左の絵なんかね、これ上野動物園に行って、で馬から亀から何からいっぱいこうやって写真撮ったんですよ。でこれさっき足の動かし方の順序って言ったんですけど、これは4つの足持ってる動物がゆっくり歩く時のクロールという順番ですね、足の順番でこういうふうに撮ったり、右のは岡山大のキャンパスでテントウムシ捕まえてきて顕微鏡で写真撮ったとか、自分でこれ殺すのどうやって殺そうかと思って、あんまりあれか私情けないけど冷凍庫入れて1週間目をつぶってたら出したら動かなかったんで写真撮ったんですけどこれ吸盤がねいっぱいついててね、それでいろんなところ登れるんですね。でそういうことがあって、さっきの人工菌もあっていろいろ人工菌を
やらせていただいてこういうのやってたんです。でそうこうするうちにこういうのを頭にあって要するに、深層生態模倣っていうちょっと言葉を思いついて概念を思いついてそれで今科研でやらせてもらってるんですけど要するに何ていうか従来の生態模倣っていうのは要するに表層模倣じゃないですかということなんですよ。要するにカバーしちゃって、外側だけに似たようにしてるんだけど実はカバー剥がしてみると中は本物とはまるっきり違うものが動いてるわけですよね。で生き物っていうのはこれベアリングとかモーターとかいろんなもの使ってるけどもうがっちりしちゃってるんですよこのベアリングの高速にしたってね。でそれにして生き物っていうのはもう緩いんですよ高速が。なんかぐにゃぐにゃなんですよいい加減なんですよ。いい加減ではないと思うんだけどそれなりにちゃんとしたのがあると思うんだけど見た目はいい加減なんですよ機械工学的に見るとね。で実際にちょっと学生さんたちと一緒にこれ鹿なんですけど鹿の解剖させてもらえるところがあって実際に解剖したりいろいろしてで結局ねこれどういうことかというと身体の内部を模倣するとだってこれカバーしちゃったら中でギアだろうが筋肉だろうが関係ないでしょって思われるかもしれないけどもそうじゃないんですと。こういう緩い拘束をしたりこういうメカニズムにすると例えば簡単な話だとショックを吸収するとかあるいは環境に適応するとかそういうことができるでしょうという発想でやってるんです。でこれはね今一緒にやってる郡司先生の映像で見られた方一緒にいるとか思いますけどこれキリンだったかな馬でしたね馬の前足だと思います。でここが腰でここが膝でここが足首ですね、前はこっちですね前はこっち向き。それでこれ何を言ってるか分かりますか。要するにここにね四節輪筋ができちゃってるんですよ。要するにこの大腿骨とこのすねの骨とそれからこの筋肉とこの腱でこういう四節輪筋ができちゃってる。どういうことかというと一自由度なんですよ要するに。要するにどっか一箇所動かせば全部足の動きができちゃうんですよね。普通のロボットの設計は違いますよね。サーボモーター3つ置いてで、コンピューターで同期させるわけですね。そんなことしてないんですよ。そんな難しいことしてないんですよ。いやどっちが難しいか知らない。こっちの方が難しそうですね設計しようとしたら。で、そういうことになってるんです。でねそれをまたちょっと増田先生のがお借りして恐縮ですけど増田先生がやっぱり同じようにこの高速をこういう糸で作っていただいてでこれモーター1個なんですよ。片足動かすのにモーター1個だけなんです。だからここ動かしてるだけとも言えるんですけどそうするとこういうふうに歩き出すんですね。で何を言いたいかというとやっぱり馬っていうのは基本的に走るために作られているメカなんですよね。だから走る時にこんな例えばねこっちは馬のこれなんか聞こえなくなった。これ馬の前足ですね馬の前足。そうすると尺骨と頭骨っていうのが人間も尺骨と頭骨あってこういうローテーションがこうできますよね。でこれくっついちゃってるんですよ。癒着しちゃっててでこのローテーション基本的にできないようになってるんですよ。だって走る時にこんなのいらないからこんなの自由度を残しておいたらそれを止めるために筋肉つけなきゃいけなくてややこしくなってきますよね。で走るためだけど人間もそれやっちゃったら困りますよね。もうこれしかできなくなったら日常生活非常に困っちゃうんで人間はこれ尺骨と頭骨バランスしてますよね。でこっちライオンの前足なんですよ。ライオンの前足はやっぱり尺骨と頭骨こう分かれててローテーションでライオンはもちろん走るために使うんだけど捕まえた後肉食べたりいろいろしなきゃいけないんで手としてもやっぱりこのローテーション必要なんですよね。だからこうなってるというそういうような設計がいろいろある。それでねこれもう一つはねこれ今浜松医科大の小田先生という心臓外科医の先生と一緒にやってるんですけれども心臓のモデルを作ってるんです。で実はこういう心臓というのはこの心筋バンドっていうのがこういう螺旋状に巻き上げられてでここが右心室と左心室になるんですけどもこういう構造をしているという医学上の説があるんです。これは批判もあるらしいですけどもあるんですけどでそれを人工筋で作ってるんです。これその心筋バンドっていうんでそれを巻き上げたのはこれですね。でこれ実は3つ
タイミングを変えて動かすことができて、そうすると典型的なその心不全の症状とかそういうのができるんで、今これを使って、どういうふうにその病気のメカニズムがどういうふうになっているのかとか、あるいは治療するにはどうしたらいいかというのを調べようということを今やっています。でもう一つはだから今のは実は私はロボティクスインスパイアードメディスンって言ってるんですよ。要するになんだバイオインスパイアドロボティクスというのは昔からありますね。バイオでインスパイアされたロボティクスだけど、ロボティクスインスパイアドバイオロジーというのはもちろん最近言葉としていろいろ出てて、要するにロボティクスの考え方を利用して生物学を探求しようというのがありますけど、これロボティクスインスパイアドメディスンって言って私やろうとして、でもう一つね、ソフトロボットに行き着く先はというのは、これちょっと時間どうしましょうか、飛ばしましょうか。飛ばしてもいいんですと。あれ音出なくなっちゃったよ。これはいはいで、ソフトロボットっていうのはね、行き着く先は生き物じゃないかと僕は思っていて、ソフトロボットのプロジェクトをずっとやっててね。だってこれね、今までのガチガチのロボットね、これ生き物ですね。で今までのロボットっていうのはとにかく金属でできてて、サーボモーターで緻密なプログラムでできていて、で力とか速度とかが確実性というのを発揮した。そこでソフトロボットというのはちょっといい加減なものを入れるんですよ。ゴム入れてみたり高分子入れてみたり、あるいはたわむようないい加減さを入れると。でいい加減さをちょっと入れてやると受動的な適応とか順応性能が出てくるんですね。でそれをさらに言ったのがバイオロボットって、この場合のバイオロボットっていうのは生きている細胞とか生体組織を材料として使うロボットですけども、そうすると自己修復だとかなるんです。その究極がね、だからいい加減なもの、いい加減な材料を導入するにつれてどんどん適応性というのがあってきて、でその究極が生き物じゃないかと思っていて、でソフトロボットの行き先はいくつく先は生き物じゃないかという考えを持ってるんです。ちょっともう少し丁寧に説明しないと分かってもらえないと思うんですけど、ちょっと省略します。それでね、これもますますちょっといい加減です。で私これから考えていきたいのは2つあって、1つはロボットのカンブリア大爆発というのをちょっとやりたいなと思っていて、でカンブリア大爆発がありますよね、生物界で。突如としていろんな種がバーッと出てきて、今ではもうちょっとなんか奇抜としか思えないような動物が出てきたりね。でそれのいくつかが我々の人間につながってるんですけど、そういうカンブリア爆発というのがどういう意味で起きたのかと、それから起きた後にどういうふうになっていったのかっていうのをロボットとの関係でちょっと考えたいなと思ってるんです。あともう一つはね、生き物の病気っていうのは、生き物っていうのは病気にもちろんあるわけですけれども、それをもう少し客観的にね、ロボティクスから見たらこの病気っていうのはどういうことなんだというのをもう少し客観的に見るようなことをやりたいなとちょっと思ってて、これをやりたいなと思ってるんです。ということで、とりあえず今まで42年間というのは終わって、ちょっと早めにいきます。あとメッセージが3つあります。一つは人やトレンドと違うことを恐れるなということなんです。でこれはね、実はなぜこんなことを言うかというと、さっきもなんかいい加減なこと言ってるじゃないですか。随分そのカンブリア大爆発だとかロボットで人を理解するとかいい加減だと思いませんか。ほらまた本当に嫌だな。いやでもね、それをねちゃんと言わなきゃダメなんですよ。と思って私はあえて本当はちょっと厳密なことを言わなきゃいけない時にあえて言ったんです。というのは、人やトレンドと違うことを恐れるなということに結びついてくるんです。でこれさっき言ったように、こういうマスタースレーブからこういうのを思いついたと思いましたが、これはどう思いますか。はい、小林君。なんでこういう時に正直言わない。陳腐ですよね。非常に陳腐。だって今もうありますよね。監視つけてやるとか、それこそリバーフィールドさんもあるし、ダヴィンチもあるし、いろいろあって全然すごくないじゃないですか。なんでこんな陳腐なのって
陳腐なアイデアそのものですよね。でだけど当時はねそういうことを言ってる人いなかったんですよ。だから当時としてはすごいアイデアだったと僕は思ってるんです、企画だと。でその後実際ねこういうソフトロボットだとかメムスだとかメディカルロボットというのがロボティクスの中でも重要な分野にこうなってきているわけですね、主要な分野の一つに。でだからこれをね、でもその当時はソフトロボットなんていう概念もなかったし、マイクロロボットという概念もなかったし、メディカルロボットっていう文献ねいろいろ探せばあることはあるんですけども、あったんですけどなくて、だからそれをねもっとねどんどん一生懸命やれば、これなんで英語になってるかというと、実は IEEE の、ワークショップでなんかなんか経験から若者になんか話してくれてるんで話してたんでちょっと英語なんですけど、だからねやっぱりこれ多分ねこういう面白いアイデアを思いついてもそれと同じことをみんなというか何人か絶対どっかで考えてるんですよ。それをね要はやるかやらないかなんですよね。ですから例えばこんないい加減なことを恥ずかしがって口にしないのはダメなんで言っちゃえばいいんですよ。言っちゃったら取られるから言わなくてもいいんだけど、それはそう作戦で考えればいいんですけど、堂々とだからさっき言ったように私トレンドと違うことをやってたんですよね。だからトレンドと違うことをする、今はちょっと残念ですけどこれしっかりやっておけば、また違った展開があったかなと思うんですけど、当時としてはこんなの世界でどうせやってないだろうという思いがあってので、そういう意味では実はいろんな技術革新があるんですけれども、実はこれ全部残念ながら欧米というかアメリカが発端でブレイクした技術ばっかりですよね。だけどもっと残念なのは実は日本で昔からやってるんですよ。これ例えば 3D プリンターで三井造船が昔からやってるし、これだって1990年ぐらいにキーエンスさんがやってるし、これもノーベル賞何でしたっけ、アンマリー先生なんか本来ベーシックなのは日本で考えてたとか、これだって NEC がカプセルやってるし、もういろいろやってるんですよね。でそれをやっぱりねなんとなくやっぱり残念だけど日本まだ学術後進国なのかなというところがあって、やっぱり欧米で審査会なんか行っても欧米はどうなってるんですかって必ず聞かれますよね。で、欧米では全くやってませんって言ったらかっこいいんだけど通るか通らないかは分かりませんけど、こういうことなんで、だから堂々とやってほしいっていうのが一つからもう一つはですね多様な視点と価値観を持ちましょうということなんです。で強く優しくいい加減で良い加減で、これ、逆ですよね、逆の価値観ですよね。でね私いろんなところで、多様な視点とか価値観というのをいろいろ感じて、マイクロマシンセンターで感じたことを、インパクトのプロジェクトで感じたところいろいろあって、これ言い出すといくらでも皆さん飽きちゃうというか飽きると思うんですが喋れるんですけど、例えばマイクロマシンセンターの時はいろんな会社の人が来ますからね、その時はものすごい紳士的な会社 T 社ってどこでしょうね、ちょっと分かりませんけど分かってますけどそれとか推しが強い、これは生々しいんで X 社にしてますけどこういうのがだからマイクロマシンセンターではいろんな会社の人と接しますからね。でやっぱかなり違うんですよ。でそれは会社のカラーによるものなのかもしれないし、何でしょうね、その上司と部下が同じなんですよ、パターンが。だからね結局皆さんが一つの価値観しか持ってなくて、社会とは仕事とはこういうふうに進めるんだと思ってると実は結構違ったりすることがあるっていう、これをそういう視点を持っていってほしいなというんです。もう一つね、例えばインパクトっていうそのレスキューロボットのプロジェクトで感じたことは、これはもちろんこれは国のお金をかなり大きなのを使ってますから、いろんな審査員とかアドバイザーみたいなのがいろんなことを言ってくれるわけですよね。でみんなねそれ人によってはちょっとバランス取れたことを言うんですけど、人によっては自分のなんか成功体験だけに基づいて強く言う人もいて、それでそんな一つしか価値観を持ってないとそれでやられちゃうんですよね。だけど例えばねどういうことかというと、例えばよく言われるのは大学の人は現場を知らないと。
何にも知らないで頭でっかちで役に立たないものばっかり作ってるじゃないかという批判も安易にされることがあるわけですね。でだけど一方でね、じゃあ非常に使えるようなものを一生懸命作ってると、人によってはそうじゃないと。社会が大学っていうものに期待しているものはそんなすぐに使えるようなもんじゃないと。もっと新規なものを考えなさいというわけで、こっちとしては全然違うこと言われてるわけですよ。どっちやりゃいいんですかって話なんです。で結論から言うと、私の見解としては両方とも重要なんですよ。やっぱりある程度実用性っていうのを持ってないと研究としても進んでいかないし、それからやっぱりイノベーション、新規なものをやらないとそのジャンプアップはないわけですよね。だから両方重要なんだけど、ただし両方重要なんです。それは私の認識なんです。だけどそういう人たちを説得するときは、私は一つ身につけたんですけど、これ私は両方とも重要だと思ってます。ただし今の研究は私はここにあるんですと、あるいは今の研究はこの段階にあるんです、ここを目指してやってるんですというと、大体納得してくれます。納得してくれるとか何も言わなくなりますというようなことで、要するに本当は全部言いたいんですけど、価値観というのはね、両極端にいろいろあって、そういうのがあるっていうのを一つはやっぱりそういうあるってことを認識して、今自分この価値観だけが全てじゃないというふうに思った方がいいと思うんですね。それでね、これねちょっと恥ずかしいんですけど、私が好きなもの2つなんですよ。で左はプリンなんですよ。プリンが好きなんじゃなくて、これはねマーローっていう葉山の南にあるレストラン、新倉君知ってますか？いないか、あの辺住んでんじゃなかったっけ。まあいいや知ってるでしょ。もともとイタリアンの海辺にあるイタリアンのいいレストランなんですけど、今はもっぱらプリンで有名になっちゃってる会社ですよね。でマーローっていうお菓子屋さんじゃなくて、もともとレストランですけども、でそこでマーローっていうのは何かというと、実はアメリカのハードボイルド小説の主人公の探偵なんですよ。探偵で、探偵が言うんですよ。で言ってこれね昔ね、私ぐらいの年代の人はコマーシャルでよく使われてたんでピンとくる人いると思いますけども、要するにこれね、その時コマーシャルで使われてたような役をすると、要するにタフじゃなければ生きていけないと。そうです、人間はタフじゃなきゃ生きていけませんよね。いろんな困難があって、強くなきゃ生きていけない。だけど優しくなければ生きていく資格がないって言ってるわけですね。でこれって結構コマーシャルに使われてたんですけど、でいや私が好きなのはこのプリンなんですけど、この言葉も素晴らしいと思うんですけど、で何かというと、要するに我々は多かれ少なかれ何か困ってる人を助けたいとか、世のため少し人類の発展に役立てたいとか思うじゃないですか。ね。でだけど困ってる人を助けたいと思ったらね、力がないと助けられないんですよ。ただ困ったねって同情してても何の役にも立たない。で力をつけるために我々は工学を勉強、工学以外の方ももちろんいらっしゃると思いますけど、工学を勉強してるわけですね。だけどそれでいろんな技術を身につけたところで、やっぱりその優しい気持ちがないとそんなもん勉強する意味がないということなんで、その優しさとね、その力っていうものを両方持ってほしいという思いがあって、それが実はパワーソフトロボティクスというのにつながるんですよ。でソフトロボットっていうのは柔らかいだけであんまり力が出ないと思われている人もいるんだけど、象の鼻みたいのは柔らかさもあるし力もあるわけですね。だからそういう意味で私もやっぱりなんていうか心優しい力持ちじゃないけど、そんなふうにもなりたいし、そういうロボットを作っていきたいなというのが一つなんですね。それからもう一つはね、男はつらいよなんです。これちょっと恥ずかしいからあんまり人に言ってないんだけど、実は男はつらいよ好きで、なんていうかな、地方にふらっと行って自由感とか浮遊感とかあれが好きなのかもしれないんだけど、その中でもあれ全部で50作ぐらいあるんでしたっけ。私のお気に入りっていうのが3作あって、その一つがこの、浅岡瑠璃子さんがマドンナの、第25作かななんかなんですよ。そんなことはどうでもいいんですけど、それでトラっていうのは要するに
普通の価値観から言うと全然ダメ人間ですよ。なんていうかお金もないし地位もないしヤクザもんだし風天だし、だけどもでもその時にね帝釈天の御前様が言うんですよ。御前様っていうのは徳を一生懸命勉強したお坊さんですよね。で仏様は私のような中途半端な坊主より空の方がお好きじゃないかとそう思うことがありますよというのがあって、やっぱりね一つの狭い価値観で見てると全然ダメ人間でもちょっと広い人間で違う広い視野でね違う知見で見るとそんな大したことないということを御前様は言ったと私は思っていて、そういう意味でも広い視野違った価値観というのを持つのは重要だなと思ってるんです。でこれが3つ目なんです。Think globallyということでグローバルに考えましょうと言いつつなんか書いてあることは違うような気もするんですが、我々は人類史上の大転換時代にいると。科学技術は何をそうですねグローバルに考えましょうということですね。でこれソフトロボットをやってて思ったのが我々は今大転換期にいるんじゃないかと思ってるんですね。すいませんちょっとオーバーしちゃってもうすぐ終わります。それでこれ横軸が時間で縦軸が世界の人口です。でこれホモ・サピエンス時代からほとんど人口変わんないんですよ。でもこの18世紀ここ数百年の間に農業革命産業革命 IT 革命でドバーッといってるんですよ。でこれ実はよく見ていただくとこの横軸っていうのはなんかひょにょひょにょって途中で切ってあるしちょっと対数みたいな形で書いてあるからこれ本当にリニアの時間軸で書くとここほとんど直角になります。で全然我々いるところ人類の歴史上全然違うんですよ。で科学技術っていうのもね要するにこっちの方はねとにかく餓死しないと、それから外敵から身を守ると、それから自然災害から身を守ると、そのために力がいるしスピードがいるし正確性生産性もいるわけですね。そういうことでずっと科学技術というのはそういうことを目指してきたんですね。だけどここに来てね一応農業革命である程度はその飢餓という問題からある程度は免れた。それで産業革命によってそういうパワーとかいろんなものを身につけたと、スピードとかね。でこっからだから人口ガーッと増えちゃったんですね。でこっからは同じ価値観でいいです、同じテクノロジーで同じことを目指していいんでしょうかっていうのが私の思いなんですよ。ですからここからは何て言うかなサステナブルだとか俗な言葉で言うとサステナブルだとかその調和とかそういうことになるかもしれませんけれどもちょっともう一つ言いたいんだけどやめときました時間ないんで。でこうなで実はねこれと関連してこれ有名な実験なんですけどユニバース25っていう実験ご存知の方いますか？これ有名な実験なんですよね。要するにこれネズミの巣なんでネズミがものすごく心地よく過ごせるような環境の部屋なんですよ。その餌が出てくるし温度とかねそういうやつも。でここにどうだったかな4つ貝かなんかのネズミを入れてやるんですよ。それで横軸時間でその増えると見ると最初ダーッと増えてくるわけですよ。でところがあるところになると要するに増えなくなってくるんですよ。なんで増えなくなってくるかというと要するに繁殖行動がなくなるっていうのとあとはそのお互いにその縄張り争いとかねそういうことをしなくなると。でこの研究者はビューティフルワンって呼んでるんですけどネズミのことをね要するに毛並みがものすごく綺麗なんですよ。だって喧嘩しないしそれから自分のことしかやらないから毛繕いばっかりしてるから。でビューティフルファンっていうのが生まれてきてで全然それからネズミも育児放棄したりするんですね。で結局のところ全滅しちゃうというの。これ何回やっても同じになるっていうんで25回やったらしいんだけどそれで25らしいんですけどという実験があるらしいんです。でこれ実はね結構学術的にはちょっといろいろ批判もあったり怪しいという意見もあるしこれがさっきの
これと関係しているとはそんなことを言ってるわけじゃないんですが、少し関係してなくもないかなという気もして、だからどういうことかというと、今までのこういうテクノロジーの求めるところからちょっと変わるべきじゃないかなという思いがしてるんです。ということです。でいよいよまとめに行きます。まとめとしては、一つは3つあるんです。3つあってそのうちの2つ。長年のご支援ありがとうございました。皆さんがロボティクス、工学、科学技術、もちろんそれ以外のご専門の方もいらっしゃるんで、それぞれの分野で活躍してほしいんですけども、明るい未来を作られるように願っていますのが一つなんです。からもう一つは、その際今言った3つを、本当はたくさんあるんです。もっと頭の隅にちょっと置いといていただければ嬉しいなと思います。それから3つ目がですね、僕は個人的な思いなんですが、ロボティクスと生き物の融合域には今後ますます大きな展開があると思います。一つは生き物に学ぶっていうバイオインスパイアドロボティクスというのは昔からあるし、ロボティクスインスパイアドバイオロジーっていうのもあるし、それから生き物への憧れもあるし、それから我々人間はロボットの対象としてみるとこっち側にいるんですよね。我々も生き物なんで、それをどうやって助けてもらうかというようなこの領域でサポートスーツなんかを含めてね、そういうと私は思っています。ということで終わりなんですが、これはエンディングロールですね。皆様、特にこのシンポジウム企画していただいた実行委員の皆様、それから研究室の皆様も本当にどうもありがとうございます。それから、ここに私が所属した皆様とか関係したプロジェクトの皆様に非常にありがとうございます。からでどこで切るっていうかどこまで出すか難しいんですが、とりあえず私と一緒に研究室を運営させてもらった先生方と私の先生と、あと本当はね、うちの妻もここに顔を描いてたんですけど、なんか本人嫌がるもんだからちょっと外してますけど、どうもありがとうございます。から何といっても学生さんといろいろ接することができたんで、ちょっと博士だけ写真載せてますけれども、あと修士たくさんいて本当にありがとうございます。そこでこれは毎年の写真ですね。こっからね、これ1年2年3年4年っていって、ここまでが岡山大学ですね。でこっちからが東工大の話です。ということで皆さん大変お世話になってありがとうございましたということと、皆様のますますのご活躍、特に若い人ですね、ご活躍を期待しております。どうもありがとうございました。